はい、どうも、ジャルです。今週もエボニー配信始めていきます。ということで、ちょっと遅れてしまいましたが、はい、火曜日定例のね、エボニー配信やっていこうと思います。神さん、こんじゃるは、かずきさん、こんばんは。コメントありがとうございます。ちょっと枠をね、立てるのがそもそも遅くなってしまいましたが、今日はね、タイトルの通り、ドーメボスのね、開封配信をやっていこうかなと思います。ということで、はい、お品書きが前回と全く同じ開封配信ということで、やっとね、溜まったんですよ。同盟ボスの報酬が。はい、ということでね、火曜日、同盟ボスが始まりましたねということで、もう速攻を殴りまして、3300ジャスト、綺麗。はい、3300溜まりましたんで、このね、同盟ボスの報酬、ランダムな文明装備の巻の宝箱、これをね、開いていこうかなと思いますということですね。さたもさん、こんじゃるは、ここさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、ということで、レイドで殴ったやつが4.35。4.035。で、ソロで殴ったやつが4.014だから、やっぱ、レイドで殴った方がやっぱちょっと火力が高いですね。はい。やっと、レイドの方が火力が上がるようになってきました。はい。ということで、ちょっと、舞台、もう一個、土地に出しとこう。今日はね、王の対決が資源採集の日なのでね、資源採集に出しておこうと、気が足らん気が。ところで、いやもうなんかいきなりね、違う話題になっちゃって、あれなんですけれども、また後半もちょっと喋りますが、王の対決、変わりそうですね。はい、X とかね、ディスコードで、見かけたんですけれども、何やら、王の対決の、なんか新しい版がね、あのー出るっぽくてですね、また、先行サーバーで、始まったようなんですよと。大体ね、先行サーバーで、何回かあって、全体にね、なるっていう感じのようなんですけども、なんか王の対決変わるっぽいですね。はい。ちょっとね、私、その辺のね、情報あまり詳しくないので、皆さんね、コメント書いてもらえると、はい、私のね、サーバーは全く対象じゃないので、はい、情報共有もらえると助かりますというところで、またね、その辺の話は後半にしていこうかなと思います。ホワイトロータスさん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。のんのさん、こんじゃるは、長谷川さん、こんばんは。のんのさん、開封の疑惑。開けますよ、開けますよ。ザ・スピードストラックさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。ということで、はい、皆さんコメントありがとうございます。配信ガチャ運出るかな。はい、ちなみにね、文明装備、どこ栄光の実績か。私がね、今持ってる文明装備は7個ですということで、今、私が本格的にエポニーが始めたのが2年前とかの9月とかなんで、2年半ちょいとかね、経ってるんですよと。はい。2年半は超えたぐらいかな。はい。ここか。ここ見ればいいんだ。実績の、このね、なんか日数ちょっとずれてる感じはあるんですけども、今ね、792日ということで、来週ね、800、来週800になってないや。来週800直前みたいな感じなんですけども、はい、無課金の私でも、地道にね、やっていくことで、文明装備はもう7個持っていますということで、今日ね、8つ目をね、ゲットしようというところでございますということで、これまでのね、持ってる文明装備なんですけど、はい、フリーダムですね。はい、ガンダムシードかな。同盟ボスのね、これまで2回開けたんですけれども、最初にフリーダムスターゲットして、2回目がね、フリーダムヒーローヘルメットをゲットしましたということで、いや、フリーダムもいいんですよ。左側ならね。左側が欲しかったの。王権側が欲しかったんですけど、はい、制服がね、交換しようと思えば交換できるんですよ。左側が欲しくて。っていうか、当然欲しいのは、どこよ、どこ。あれ、なんかもうちょっとこの辺な気がする。香料はどこなんですか？もう縁がないからさ、もう全然もう場所もわかんないよ。
光陵装備ですね。はい。光陵、光霊、光来。なんか英語表記だと光陵になってるようなので、光陵、光陵って読むんですけれども、はい。光陵装備ね。まあ、T1 フラットの、城で、まだね、工場兵器とかも多くないので、まあ、今はね、今すぐにはいらないんですけど、ゆくゆくは欲しいのがね、やっぱね、この光陵装備ですと、特にね、光陵の固定ですね、工場兵器の射程距離が伸びるので、そう欲しいんですけれども、まあ、同盟ボスのね、報酬が出るなら、やっぱり左側が欲しいよね、ということで、基本的にね、左側を求めている同盟ボスの報酬でございますというところで、今ね、持ってるのがフリーダムが2つで、歩兵用のアントニスのヘルメットが1つ、工場兵器用の腰と固定で、射撃用のテーベの上2つということで、7個が文明装備持ってますということで、さあ、楽しい3回目のね、同盟ボス装備チャレンジをやっていこうかなというわけでございますと。ココさん、香料がね、欲しいんですよ。もう、もう守備といったらこれじゃないですか。まあ、ゲットしても、ぶっちゃけ、フラットつけるのめちゃくちゃしんどいので、しばらくはね、お留守番というかベンチウォーマーになるんですけれども、でもね、やっぱね、もっときたいという感じなんですよね。足村さん、こんじゃるはコメントありがとうございます。はい、ということで、やっとね、まあ大体ね、およそ5ヶ月ぐらいですかね。で、しっかりね、頑張っていると、ゲットできましたということで、私ね、大体100以内に入ってるので、プラス15は載せされて、毎週145増えますと。ただ、一人同盟だったりとかした時もあってね、ちょっと時間かかったんですけども、はい、今日3300貯まりましたので、さあ、交換しましょう。イエーイ。ランダムな文明の装備、ほんとな。外れ入れんのやめてほしいよな。はい、吉田さん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい。ということで、まあ、様々なね、フラグを立ててしまいましたけれども、やっていこうかな。白石さん、2分の1で考慮、さらに2分の1で王権とか。いや、もう最初の2分の1で、王権でいいんですよ。ぶっちゃけ。もう、本当に。はい。はい。ということで、2つの文明、6V×12、12個の、装備のね、種類がありますということで、均等割8.33%ですということで、これね、どんな偏りが見れるか。はい。これ、とりあえずね、これまでの経験上、フリーダムの制服画が2つが、今、JAL さんの成績でございますということで、さあ3回目、どれが引けるでしょうか。さてさて、ということで、じゃあ引きますよ。引きますよ。50%死者購入して100%なので当たります。当たるな、それ。はい、いや、まあ、王権側だ。王権側だ。いやね、パッと引いてみたんです。はい、ということで、そんな、まあ、合成するか。はい、フリーダムヒーローアーマーの巻物をゲットしました。ということで、まあ、いっか。いっか。私にね、考慮装備はちょっとまだ早いかなとも思うので、はい、ということで、フリーダムヒーローアーマーのね、はい、お洋服をゲットすることができました。初王権側です。ちょっとね、普通に嬉しいですね。はい。まあ、ただね、この同盟レードの上限数とか別にいらないので、わざわざね、この腰は作らないですね。はい。そう、被ると嫌だなと思ったんですけど、被んなかったからもういいかなと思う。いいかなと思う。王権側なんで、皆さんこんばんは。コメントありがとうございます。コメント見逃しちゃった。サダーモンさん、初めて上級強化できるようになったんですが、過去動画にありましたっけ？過去動画にね、上級強化っていう単語を入れてやってたやつがあるかなと思いますが、
ちょうど今スーパー強化の期間なんで、後でやりましょうかね。いやー、はい。ということで、フリーダムヒーローアーマーの効果は、歩兵と騎兵の HP、歩兵の攻撃力、敵の射撃兵の防御力が下がって、攻撃時の歩兵の防御力が上がるということで、歩兵専用の、装備ですかね。まあ、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。はい。はい。私ね、今、歩兵で使っているのは、スールとじゃねえや、スーシーなんですけれども、そう、彼ね、今装備も中途半端だったので、パルティアでしょで、威厳、帝王2つでしょで、これが、アレスレックアーマーで帝王にさ、これなんで帝王じゃないんだおかしいな。あれこれ迷子になってる、多分。なんか付け替えして、ここにいるぞ。まあ、いっか。はい。で、帝王がね、2つ被っていて、1個浮きだったので、はい。これをね、フリーダムのアーマーにして、こっちをね、帝王系のアーマーにアップグレードしてということで、すんなりね、使えそうなんでよかったかなっていう感じですかね。はい。ということで、フリーダムヒーローの王権側がね、やっと初の王権側をゲットできたということで、運よくね、このレイピアとか、ブーツもね、今後、はい、5ヶ月後にゲットして、ね、1年後にこっちをゲットすると、ね、制服を、で、交換してね、フリーダムヒーローの最もいいところは、フルセット収集すると部隊定員プラス30%するんですよ。はい、これね、これがもう、私が求めてるところなので、はい、やったぜ。おーカムイさん、ナイスパです。水色幸ありがとうございます。王権。いや、もう王権がね、出たのが嬉しい。もうほんとね、12分の2、6分の1だからさ、もう持ってるやつ引くかなってちょっと思ってたんですけど、いや、よかった。本当によかった。もうね、贅沢なことは言わない。もう王権が出ただけで嬉しい。よかった。いや、皆さんおめでとうコメントありがとうございます。カミさん、本当にありがとうございます。いやー、そう、フリーダムヒーローはね、このフルセット収集の部隊定員プラス30%鬼強いかなと思ってるので、フリーダムがね、揃ってくのはいいことなんですよ。はい、なのでね、今回は、初の王権フリーダムヒーローアーマーをゲットできましたということで、ただね、まだ合成はしませんと。装備製造のね、タイミングが来たら、もうそもそもね、装備作る素材もそろそろ枯渇気味で、ドラゴンがめっちゃ食うじゃないですか。素材が足らなくてならなくて困っているんですよ。もうだからこそね、バイキングラリーめちゃくちゃ参加してるんですけど、はい、バイキングラリーでね、素材がもうちょっとでもいいから素材かき集めなきゃいけなくて。はい。ということで、素材がね、きつきつなので、今すぐ使わないこの装備を着工することはありません。2週間後ですね。今週末は、2週間後っていうか来週か、今週の金曜日からは、スピードアップの還元と、あと、みんな大好き戦術研究のね、還元が来ますと。で、来週、来週のね、金曜からまた装備製造の還元が来るかなと思っていますということで、ちょうどね、スピードアップとクロスするタイミングのはずなので、来週ね、作ろうかなと。来週末に、作ろうかなというところで、はい、温存をね、しておこうかなと思います。はい、ということで、すぐ使うな。数詞への装備別こだわってないから、強化とかもね、なんかそれなりで、十分なんで、適当にやろう。ののさん、今回文明装備のフラットバフを75万ジェムで終わらせられました。一つはまだゴールドではないですか。75万ジェムはだいぶ安く済みましたね。おめでとうございます。すげえ。それはエコですね。私なんか200万かけて満足いかなかった覚えなんですけども。いや、そう、全部ね、ゴールドじゃなくてもいいと思いますよ。もちろんね、全部ゴールドにすると、上級強化がね、できるので、あのできるに越したことはないんですけれども、9大点あれば普通に使えますからね。はい。はい。ということで、文明装備。
8つ目の文明装備はフリーダムヒーローアーマーをゲットすることができましたということで、ちょうどね、今も話題に出した上級装備の強化のね、話をちょっとだけしていこうかなと思いますということで、はい、私がね、上級装備、文明装備の上級強化ができるのは3つだけになっていて、最初にフリーダムヒーローを完成させて、その後テーベのね、腰と頭をね、完成させたっていう順番なんですけれども、Thank you for your comment, ジャムシャイ。Thank you. Thank you ってサボってるな。th は唇を噛むやつだった気がする。一応、昔英語やってたのに、サボるやつ。さて、上級装備ね、いつだったか、一昨年ぐらいにね、増えた。多分ね、私の記憶が確かだったら、この、ピンクドラゴンが増えたタイミング、こいつ何周年だっけこう出ると、7周年。そう、7周年ぐらいのね、武器に出たのが、この上級、文明装備の上級強化っていうシステムなんですけれども、まあ、何かって言いますとね、上級強化できるための条件があって、今上級強化できないやつがね、できるやつが3つしかありません。できないやつがほとんどなんですけども、今頑張っているのが、よいしょ。こいつね。はい。この平安セットの平安京の固定は今強化をちょっと頑張っているところで、今ね、金色が2つついています。っていうことで、はい。上級強化の条件として文明装備、かつ、この強化した、このね、パラメータ、これが全部金色になると。全部金色になると上級強化っていう、さらにね、文明装備を、まあ、バフをね、強化できる、仕組みがアンロックされますということで、平安京のことをね、挙げたくて、本来ね、当然、パーセントバフにすべきなんですけど、金色がついたんで、ここでね、妥協していますということで、いつも強化するときには、この2つをね、ロックかけて、強化をかけるっていうのをやっているんですけれども、なかなかいいのが出なくて、今ね、中途半端なところで止まってますと。はい。ジェムとね、石がね、ゴリゴリ減ってくんで、はい、私はね、今ここで止めているんですけども、はい、出来上がってるね、やつ、例えば、はい、テーベのヘルメットとかをね、見てもらうと、こんな感じでですね、金色がね、4つついてますと、はい、1個ね、歩兵の HP っていう舐め腐ってるんですけども、はい、これはね、上の3つやってて、下がね、なかなか出なかったんですけども、金色出たから諦めました。余力が出たら変えようと思ったのは、まあ、このまんまです。はい。同じく腰ですね。はい。こいつ。はい。射撃兵の HP。はい。これもね、はい。同じシリーズですね。射撃兵の HP 上げてて、最後の1個が歩兵で諦めました。はい。放置してます。ここね、伸びしろですね。はい。伸びしろなんですけど、これね、1回の強化で6000ジェム使うんですよ。やばいっすよね。欲しいのを引くために、100回とかやってもね、出なかったりするわけですよと。はい。1回6000ジャムなんですよ。もうバカみたいだよねっていうことで、はい。私ね、めったに強化しないんで、はい。これね、捨て置いてます。はい。と、あとは、もう一個がね、フリーダムスターですね。フリーダムスター。はい。こいつもね、騎兵の語彙が2つついてて、なんか工場兵器のこういうのかな、とかね、舐めたのがついてるってことで、もう基本的には3つついて、4つ目ついたらもう即諦め。即諦め。はい。本当はね、こだわるべきです。ガチ勢の方はね、しっかりこだわりましょう。私、とりあえず文明装備アンロックしたいよっていうことでね、私はサボってます。和樹さん、紫でもいいから射撃の HP にした方がいいかと。いや、それはそう。それはそう。また PVP を頑張るときにあげようと思ってあげてない。最近、
しばらくね、お休みなんで、また4月頃からね、ガチるんで、その前に作りゃいいやっていうね、今別のことにジェム使う期間なんですよ。ということで、上級強化をアンロックするとね、こんな画面になりまして、レベルが低いやつからにしよう。フリーダムヒーローセットがレベル55。アモッコさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。テーベがレベル39。テーベの頭はレベル25ということで、はい、これね、毎日 1V ごとに50回までしか強化ができないんですけれども、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。装備強化のやつがいるから今は無駄にならないね。オッケーオッケー。サタモンさん、これって金で4つ揃えたもバフの小さいやつを超える数値まで頑張ってやってる人いますか？全部で30%揃えるみたいな。ガチ勢はやってると思いますよ。あのVIP をレベル20とか行くような方たちは、その数パーセントが死活問題だから多分やると思います。塩永さん、強化は沼ですよ。欲しい時に限ってフラットの金が出る。いや、そうなんですよね。もう、なんか、これに、これにジェム使うのが嫌で嫌で。はい。ということで、これね、レベルによって1回にかかる強化の石とゴールドがね、変わってきますが、このゲージがね、左から右にマックスまで行くと、このパーセントが0.5%増えていくということで、全兵士、はい、エレクトラに今装備させてるんですけど、エレクトラが行軍でね、出したときに、お供の兵士の HP が全部14.5%上がる。レベルが上がると15%上がるということで、まあ、結構強いですよねと。はい。で、レベル25がこんなもんなんで、はい。レベル55まで上がってるね。フリーダムスター。はい。これね、やばいですね。4倍です。1回の強化だけで、強化石が400吹っ飛んで、ゴールドも 100K 吹っ飛びます。で、その代わり、もうレベル55まで来てるので、全兵士の攻撃力が 29.5%。次でね、30%いきますね。ということで、文明装備の一つの部位がマックスになるのに近い、強化が得られますということで、はい、さっきのところサボってる代わりに、ここは高いからまあいっか、みたいなね、そういうふぬけたことを言ってるわけでございますね。はい。文明装備はこんな感じで、V ごとにね、上がるパラメータ、上級強化属性っていうのが違うんですけれども、0.5% ずつね、ゲージが上昇していくようなね、仕組みになっているような感じでございますということで、腰はね、今レベル39なんですけど、1回あたり200必要で、50K かかりますよというようなところで、なんかね、50ぐらいから急に跳ねるんですよね。のんのさん、装備の許可はロック解除を繰り返したりしてコツ掴むとジェム節約できますけど、同盟メンバーにコツ書いても説明難しくて、いつも教えれないです。ロック解除を繰り返したりして。ロック解除をするタイミングってあるのかな？なんか連続で出ないみたいな決まりがある的なことなのか。何なんだろう。月見さん、カムイさん、ナイスファですね。本当に、カムイさん、いつもありがとうございます。田中さん、コンジャルはいつも配信ありがとうございます。ありがとうございます。ナツキングさん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい。そんなところで、今日は賢者の石の生産のクエスト。はい。これね、ビビたるものなんですけど、私、なるべくクリアしていて、一番左にね、品質が紫を超える装備を20回強化するっていうのがあって、これね、上級装備でもうカウントされるんですよ。これがね、都合がいいんで、上級装備のね、強化をね、やっていこうと思いますと。そう、あとね、今、ちょうどスーパー強化の期間なんで、はい。もうスーパー強化の期間以外私絶対、装備強化しないんで。ということで、まあ、上げるのは、低いのから上げようかな。あんまり今使いたくないしな。ということで、この上級強化をね、開始って、一回押すと、こんな感じで強化スコア100を獲得するとか言って、こんな、ちょっとずつね、ちょっとずつ1000ずつとか上がってきますと。で、これたまにクリティカルが出るんですよ。ほら、今、掛け5。
はい。1個しか、101回分しか消費してないのに5倍ね、パラメーターが入るみたいなね、謎のクリティカルが発生する。イメージ的には、これと一緒、これと。同盟研究。同盟研究も、なんかずっと押してると、たまにクリティカルみたいなの出ますよね。あれと同じような感じで、文明装備の強化もそんな感じで、たまにね、クリティカルが出たりしますということで、これをね、長押しで連打することもできますと。ということで、わーい、上級強化レベル26、全弊社 HB15% ということで、はい、0.5% 上がりましたねと。で、あとなんか3回やって、はい、こいつのね、20回強化達成しましたと。これなんかね、いつもバグってて、一回ね、入り直したりしないとね、カウントされないんですよね。不思議。はい。これ、一回外出て戻ってくると、多分、おじさん出てくるんで。あ、出てこねえ。あ、出てこねえ。まあ、また、気長に待とう。はい。一応ね、文明装備の強化もさっきのやつのね、カウントされるので、えっと、なんだっけ、雪村じゃなくて、源の頼朝だっけかな、源の頼朝と、このピョードル大帝かなは、一番下のね、クエストがね、装備を20回強化する、30回強化するみたいなやつがあるんですけども、私はね、そのタイミングでよく、文明装備の上級強化をね、やったりとかしています。はい。なんか、時間がね、経つと、顔が出るようになってるので、その時にまたクリアしましょう。さあ、タモンさん、私は将軍に装備しないで強化すると物欲センサーが若干薄れる気がします。勘違いかもしれませんが。月見さん、今日は近くしたので2倍速で追っかけてきました。ありがとうございます。はい、最初の方にね、同盟ボスの報酬からの文明装備ガチャをやりまして、フェイントでパッと引いてみるチャレンジしてみたんですけど、フリーダムヒーローアーマーをね、引きました。はい、ということで、まあ、その流れで今、上級装備、文明装備の上級強化の話をね、ちょっとしていましたということで、そう、どうしようかなと思っていて、次ね、育てるやつ、フリーダムヒーローの装備手に入れましたけど、多分、今、次ね、制服の装備がまたね、集まると思っていて、その時に交換するのは、きっとね、竜陸交換しようかなって今思ってるんですよと。はい。こっちがアッパーズ。いつも見ちゃう、これ。はい、竜陸ですね。はい、竜陸の固定で、モンスターの防御を下げる、モンスター飛ばす際に部隊の攻撃力プラス15%ということで、フリーダムヒーローとね、被っちゃうんですけど、はい、V 的には被っちゃうんですけど、まあ、フリーダムヒーローはね、PVP の時に使えばいいから、はい、そろそろ、うちの同盟で、ボスをね、強いボスを召喚してくれるんですけども、それもね、無傷で倒せるようになりたくて、はい。やっぱね、アジア圏の人が、アクティブな時間帯って、ね、海外勢の方に寝てることが多くて、はい。やっぱね、アジア勢で殴れる人増えた方がいいかなと思って、そうそうね、竜陸のね、コテをね、ちょっと考えていて、で、竜陸のコテをゲットしたら、竜陸のコテをあげたいので、ちょっと、ジェムをね、今温存中なんですよね。そう、だから強化も結局、今回もジェム強化したかったんだよな、だから。ああ、もうなくなってたわ。はい、これね、32,850ってなってますけど、これ、文明装備の上級強化とドラゴンに食わせたぐらいで、装備の強化、今回ね、スルーしてるんですよね。そう、ジェムがね、一気に吹っ飛ぶから、悩ましくて。そう、で、フリーダムヒーローのやつも、最初こだわろうかと思ったんだけど、もう竜陸の固定しそうだな、みたいな。竜陸の固定でこだわった方がよくねってなってね、これもね、結局ね、捨て置いてるんですよね。はい、ということで、文明装備の制服のかけらって、今11個しかないですけれども、結構ね、ハイペースで集まっていくので、私の計算上、4月か5月には、またね、1個追加でもらえると思うんですよ。
はい。だからね、そこのタイミングで一気にガン上げしようかなと思っていて、で、いうのもあって、ジェムね、右上今6万8000しかね、ないように見えるんですけども、実は開けずにめっちゃストックしてるっていうね。5000、5000ジェム今277とか、2000ジェム79とかね、結構貯めて、使いすぎないようにね、温存しています。はい。一気にジェム強化しようってなった時に一気にやろうかなと思っていて。はい。今ね、ためのターンなんですよね。ナツキングさん、ハンターラッキーギフトで王権溜まったので何しようか迷ってます。ナツキングさんは、強いので、なんか、選びたい放題な感じがしますね。なんか、ナツキングさんクラスになると何にするんだろう。そう、結構課金してる方でもね、王権装備ってやっぱり、なかなか手に入んないっていう話を聞くので大切ですよね。まあ、王権はこれ、ロムルスのスピアとかロムルス系は変えられないからな。こいつ、ケーキ限定だもんな。何がいいんでしょうね。月見さん、タンス預金。いや、そうなんです。そう、タンス預金です。もうジェム開いちゃうと、気づかず使っちゃうんで、もう、セーブするために、もうそもそも開かないっていうね。はい。満足とかの報酬で出てきたやつをなるべく使うみたいなね、そんな生活をね、してます。あとやまさん、こんにちは。コメントありがとうございます。かみさん、ジャルさんのアイテムボックス見てて、よだれ垂れた。ありますよ。ジェム埋めてますよ、めっちゃ。はい。そう。これね、開くと使っちゃうんで、もうなるべく開かずに、使い、使う、使う分だけね、開けるっていうね、お小遣い制度始まりました。はい。ということで、そう、制服が今ね、11? 今日引いてないから、まだ、それも引こうかな。どの位置だっけこの辺か。はい。制服が11、王権が21ということで、ハンターラッキーギフトもね、毎日、なんだかんだ、ハンターラッキーの、箱が、そう、毎日10近くはね、ゲットできるように、なってきたので、まあ、ちょっとね、強い人たちが活発な時間帯とね、ずれてるんで、アザゼルとかあんまり殴れなくて、スーパーレアカードはね、そんなにゲットできてないんですけど、そう、先週ね、引きましたけれども、それからまだね、4パックしか増えてないんで、アザゼルもね、倒してもやっぱなかなか落ちないじゃないですか、アザゼルやクラケン。そもそも、ラリーに乗れることも少ないのに、たまたまラリー乗っても落ちないということでね、残念ながらスーパーレアパックそんなに取れてないんですけども、はい。ハンターラッキーボックスはね、なんだろう、スフィンクス5とか、魔女5とか、ね、そういうのをね、出してくれる方のおかげで、今日もヒドラ4かなヒドラ4からね、落ちなかったんだ、私そういえば。そう、落ちなかったんだけれども、そう、運が良ければね、ハンターラッキー箱はね、比較的取れるようになったんで、今もう84貯まりましたということで、そう、X でね、300貯めて開けましょうみたいなのがあったんでね、300まで貯めようかなみたいに思っているところですかね。ナツキングさん、グラウンド将軍の2校軍目にアステカソードにしようか、あと2つでコンプするフリーダムヒーローセットのどれかにしようか迷ってます。フリーダムヒーローの舞台店員美味しいですからね。2校軍目レベルが違った。レベルが違った。でも、あと2つでコンプするフリーダムヒーロー、悩みますね。それなんか同盟ボスの引き具合で考えたくなっちゃいますね。富山さん、羽取りを画策しましたけど、インフレに置いていかれて断念しました。羽持ちは参加できない SBS で 1.1B でも7位。うわ、きつい。1.1B でも7位。羽、羽を持ってない方たちでもそんな活発だったんですね。いやー、そう、
インフレがえぐいからな。てか、そろそろ、あれ来てほしいですよね。ミラクルシーズン。ミラクルシーズン、また来てないからな。そろそろ、出始めたのが、一昨年の冬一昨年の12月ぐらいとかに出て、3ヶ月ぐらい続いたのかな。でも、もうそろそろね、1年丸々来なくなっちゃうんで、そろそろ来てほしいですよね。4月ぐらいに来るのかな。あの、おそらく3月末とか4月にまたビッグイベントがね、来ると思うんですよ。はい、コロシアムのね、コラボが来て、まあ、あれもなんかね、たった2週間で終わっちゃいましたけれども、はい、その後ね、来てないので、グラディエーター、そうか、グラディエーター2コラボだ。グラディエーター2コラボの、はい、結局ね、なんかおかわりみたいなのが全然来てないですけれども、いや、ワンチャン来るとしたら、今週かな。どうだろう。もうこのまま来ないのかな。不思議なんですけども。まあ、その大型イベントと合わせて、もしかしたらね、ミラクルシーズン復活するかなということで、まあ多分、その3、4ヶ月に1回ある、大型イベントのタイミングでね、来るのかなと思っていて、前回来たのが11月だから、12、1、2、3だから、やっぱ3月かな。多分3月に来る大型イベントの時にミラクルシーズン復活してくるんじゃないかなってちょっと勝手にね、期待をしています。まあ期待っていうか、私は関係はないんですけども、そう、取ろうと、目指している税の救済みたいなのがね、またそろそろ来るんじゃないかなって思ってます。はい、そんなところで、111個で運よく OK のかけら当たりました。ねえ、いや、これを、そう、200個一気に開けても取れなかったとかいろいろあるんでね、もう本当運ですよね。ココさん、ハンターラッキー言うと999まで我慢できるか、一人我慢大会中です。すげえ。アイテムによっては、1000まで、4桁いくやつもあるんで、その検証しましょうか。4桁いくかどうか。月日さん、アルティメット、うお。そう、アルティメットな。月見さん、どう小沢さん、こんばんは。同盟ボス装備は何が当たりましたか？あ、はい、フリーダムヒーローのアーマーが当たりました。はい、初王権側が当たりました。違う。これじゃない。あれあったあったあった、これ。はい、フリーダムヒーローアーマーの巻物。はい、文化遺産文明装備より作成できます。ああ、こんなこと書いてあるんだ。へえ。はい、初の王権ゲットで。さあ、タモンさん、私は吸ったもんでありましたが、1回目の王座就任できました。SBS 中の占領は同盟メンバーがやってくれましたが、手に変なやつがすごかったです。最初、その、仕組みとかよく分かってないと、焦りますよね。王に交換、王っていうか同盟のね、名士に交換だとか、攻撃されたらどうしようだとか、あの、ね、運が悪いとその停戦協定も破られたりとかするじゃないですか。緊張しますよね。いや、おめでとうございます。月見さん、夫婦、まあお茶を飲みくださいね。カミさん。いいねボタンチャンス。ジャンシャイさん、ありがとうございます。はい、ぜひ、高評価ボタンお願いします。タヤさん、美術館関連は動けていきますよね。そういう感じなのかな。いや、スピードアップとかふざけてません？スピードアップ、あ、違うのか。スピードアップは全部5桁か。なんか、なんかが4桁だったり5桁だったりして、わけわかんないよっていうのがね、あった気がしたんですけど、違いますね。5桁超えたら2つ目に行くっていう、ただそれだけっぽいな。夏キングさん、それすごく欲しいやつです。あ、
ナツキングさんの足りてないフリーダム2つ中1つアーマーですね。なるほど。あ、いいね、ポチャありがとうございます。白石さん、今回の SBS でうちの K30 がハエ取りできました。最近の SBS はインフレしすぎてて、K30 じゃ心もとないですね。いや、そうですね。敵味方が、若いサーバーでも、もうやっぱ K40 超えが普通にいたりとかするので、もう K35 じゃちょっと足らなくなっちゃってきてますよね。まあ、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ工夫を凝らしてやったりだとかしたら、違うのかもしれないですけれども、はい。まあ、簡単に稼ぐっていうのはやっぱなかなか難しいですよね。いやー、ということで皆さん、サダモンさんへの王様おめでとうコメントありがとうございます。いやー、ココさんのハンターラッキーギフトがどれほど数がいくのか、4桁、5桁いくのか気になりますね。まあそんなね、貯めた人もいないだろうから、オンリーワンになれる気がする。のんのさん、遺跡の石板のかけらも5桁いけます。そう、遺跡の石板のかけら、ここも大変ですよね。私もね、3500ぐらいあったのを減らして、今2900かなになったんですけど、これね、私は本当は、今回の資源消費の還元のタイミングで全部開けようと思ってたんだけど、踏みとどまったんですよ。はい。踏みとどまったんですよ。で、これがね、参考になるかどうかがわからないですけど、私の記憶が確かであれば、探検の報酬ですね。この中に、そのスールトとかイーナオマサとかトミエルスとかね、ザカリー・テイラー、こいつらが含まれたのって、一昨年の4月なんですよ。一昨年の3月、4月あたりに、キングコングコラボがあって、キングコングコラボの時に遺跡がキングコング専用のドクロのなんちゃらみたいなね、謎の遺跡になったんですよ。で、その謎の遺跡になった時に、報酬が豪華になったんです。で、その、報酬が豪華な遺跡が終わった後も豪華なまんまで残ったんですよ。で、その4月に遺跡がね、報酬が良くなって、その2ヶ月後、6月だったかに、キャップが解放されて、K40 から上限 K45 に引き上がりましたと。はい。っていうのがね、あったんですよ。遺跡の報酬のリワードが良くなって、その後に K45 の上限解放。で、今の規定路線だと、今年の6月か7月に上がるじゃないですか、上限が。きっと。もしかしたら K45 から K50 に上がるじゃないですか。ってなったら、前の時と同じで、遺跡の報酬良くなる可能性あるんじゃないかなって思って、あのーこれ、もうちょっとしばらく待つかと。はい。なので、1回のね、ラインが4月。4月までに変わるかどうか。で、計50のその上限解放がね、来るかどうか。まあ、来た時に変わるかどうか。でも、それ変わんなかったら、もう全部引くべきなんですけども、もしかしたら、この報酬の中身ね、良くなるんじゃないかなっていうのがちょっとね、気になってて。はい。で、宝箱系もそうなんですよね。この辺の宝箱も、上限が解放された後、しばらくして中身がね、良くなったんですよ。私ね、それまでは基本的に使い切る系のプレイヤー、そのカツカツだったんで、全部ね、リソース全部開けて、なんとかギリギリ全部投資にぶっ込むみたいなね、そういう自転車操業をしてたんですけども、あの、K45 に上限解放された時に、リワードの箱、今持ってる箱の中身が良くなる事件。
あれを見てから、もう貯めようかなっていうのをね、思い始めて、今結構ね、貯めながらやってるんですよ。はい。本当はね、貯めたくないんです。今あるリソースはすぐ投資した方が効率がいいので、はい。成長できるときにすぐ成長した方がね、還元早いんで、使うべきなんですけど、そう、貯めてた方がいいのだろうかっていうのを今ね、すごくね、ちょうど葛藤するタイミングなんですよねっていうので、今ちょうど一石の話が出たんですけど、そう、本来は今回全部開けようって思ったんですけど、途中で踏みとどまって今止まってますっていう話でした。っていうのをいっぱい話をしてて、コメントが読めてなかったんで、遡っての、のんのさん、遺跡のかけらも5桁いきます。私は2970なので、貯めてる間に5桁を目指そうと思います。さあ、ダモンさん、ありがとうございます。サーバーの瞬間湯沸かし器が今回は妥協してくれて少しサーバーがざわついてました。いるよね、瞬間湯沸かし器。うちのね、サーバーにもってか、うちの同盟にもいるんだよな。なんか急になんかブチ切れて暴れ出すやつがいるんだよな。神さん、富山さんのために早くアルティメットウォーが来ますように、それにしてもそのスコアでその順位は厳しいですね。本当ですよね。1.1B って、普通に、あのエース級に稼いでる気がするのにな。瞬間誘惑式、寒すぎて故障。はい、皆さん、サタモンさんへのね、王様おめでとうコメントありがとうございます。さてさて。で、普段は警告なしで燃やすのに、今回は今後の成長の助言をした上で SBS での目標を設定して終わりました。日本人プレイヤーに彼、何やったのって聞かれました。まあ、うまく瞬間湯沸かし器とコミュニケーションが取れたということですね。メンテナンス、サータモンさんがメンテナンスしたということで。富山さん、ランキングコンテストのテストサーバーみたいですけど、よくわかりません。20人でランク争い、クロスサーバーだから大変。あれで、あれですね。そう、後でちょっと話そうと思ったんですけど、王の対決のね、次のやつ、ランキングコンテストみたいなやつがね、あるんですけど、そう、富山さんのサーバーはそうなんですね。うち違うんだよな。そう、うちのサーバーでね、やってくれたらね、いくらでも、配信で喋りやすいのに、残念ながらね、そういうのにピックアップされないんだよな。ヒュプノスの夢も来てないし。ホワイトロータスさん、遺跡で工場兵器将軍が集めるようになったらいいな。いや、そうなんですよね。工場兵器の将軍だけめちゃくちゃ集めづらくて、唯一、ヒゲ野郎、ヒゲ野郎って、シャーマン。シャーマンぐらいしかね、なんか集めやすいやつがいない気がして、あと全部、ね、課金だとか、なんだ、手配書でゲットするしかないですよね。そう。この辺がね、少し緩和してほしいなっていうのがあって、そうなんですよ。私もね、工場兵器の将軍をね、元老院に置きたいんですけども、やっぱそれが大変なので、ここを貯めた上でブーパーできるといいなと思って、はい。なんかね、運営はね、前回のやり方間違えていて、報酬はね、箱をそのまんま中身を良くしちゃいけないんですよ。貯めるから。そういうことをすると貯めるのが得じゃんってなるからね、みんな貯め始めるんですよ。で、みんな貯めるとね、データが増えて、負荷がかかるんですよ。はい。まあ、それがね、学んだからなのか、ロームレス装備がね、出る、新しい、その、装備の宝箱は、ケーキのギフトでしかね、出ないようにしたみたいですけれども、そう、箱はね、分けるべきだと思うんですけどね。はい。まあ、分けられたら困るんですけども。まあ、分けられたらね、また、全部開けるように戻るだけなので、ガン開けするんですけど。ナツキングさん、うちのサーバーは戦力2番目の同盟が下手すぎて、5B のやつが T1 構築してやんに跳ね取り暴走して 6B ロストして負けて跳ね取ってました。うわ、出た。ネガティブ
ネガティブランキング上位で取るやつですね。それなぁ。そう、サーバーが負けて、めっちゃ空気悪くなって、うちのサーバーちなみに、サーバー戦争で誰かがバブル落ちとか、燃やされて、あのーサーバー戦争負けると、その次の週のキルイベントは、あのー本当のキルイベントになります。はい。バブルしてなかったら焼くよっていうね、感じになりますね。はい。今回はね、サーバー戦争勝ってたので、それはなさそう。ないかも。まあ、今回もバブル落ちはね、結構いたり、なんか、めっちゃ、なんだろう。まあまあまあ、あんまりね、良くないプレイングをしてた方がね、いたみたいなんですけれども、今回はね、まあなさそうな気はしますが、いろいろあるよな。富山さん、昨日が将軍レベルアップ、将軍エキスポに使いどころがあった。本日は投資開発。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ、王の対決と同じ感じで、テーマがあるんですね。てか、将軍レベルアップなんてあるの？属州都市ぶん殴る日っていうことかな。BOB サーバー、涙目だな、それ。BOB サーバー属州都市レベリングできないからな。将軍エキスポのアイテム。まあ、将軍エキスポのアイテムは、基本的に余らせてるので、しばらくは耐えられそうだけれども。なるほど。島永さん、エボに黒ひげは無課金よ。黒ひげなぁ。黒ひげ、何で交換できるやつでしたっけ？レースのうちかなんかで交換できましたっけ？確かに、確かに黒ひげも、そのラインナップ的にはそうですね。レースじゃねえ。どこだっけな。あー、あれか。名称肖像画展だ。そうですね。黒ひげ無課金用ですね。はい。まあ、黒ひげね、育てようかなと思ったけど、こいつ制約がなくなったんでね。結局育てんのやめたんだよな。制約将軍引いたしって言ってやめたんだよな。そうだ、今日ね、名称肖像画展ガチャもしようと思ってたんだ。メロックさん、おつじゃるです。コメントありがとうございます。あたすは基本的には面倒ごとには首突っ込まないですな。あのーメロコックさん、でかいから、関与しちゃうと影響が大きすぎますよね。多分ね。切り替えよう。モッカさん、うちのサーバーは勝っても負けても無関心なんで寂しいです。そうなんだ。いやー、どうだろうな。うちも、荒れるからな。どっちも荒れるからなんともだな。ナスキンさん、もちろんペナルティ課せられて、そいつだけ同盟脱退と2週間の KOS になりました。なるほど。まあ、KOS もな、結局バブル1してたらあんまり関係ないからな。その意味でこのゲーム優しいよな。まあ、同盟脱退の影響がね、今もめちゃくちゃ大きいんで、2週間は、まあまあ痛そうですね。おさん、今回は出戻り重課金 K41、K45、16点、K41M、45、15、6.5B の方が単純にバブル落ち、R4 不在で、グリーンかけられず、112B ロスト。うわ、さすがにうちのサーバーのトッププレイヤーもやる気飛んでる様子でしたね。いや、そりゃ、挽回ができないですからね。12B ロスト。やばすぎ。夏金さん、あと多いはポジティブトップ5にならないと回ってこないルールです。うちも、それに近い感じですね。ポジティブ、ちゃんとネットポジティブですかね。ちゃんと、プラマイの差し引きで、ちゃんとプラス側になっていて、かつトップ5に入っていること。あとは、トップ10に、まあ、2回以上入ることみたいな感じだったかな。なんかいくつか条件があって、王になる条件がありましたね。今はちょっとそれがちゃんと機能してるかどうかわからないんですけど。コウさん、そして K37、M39、560M の
PVP プレイヤーが 2.5B ポジティブ取って1位に。2.5B ポジティブ。すげえな。小長さん、16B の人が簡単に太るのは怖すぎ。いやー、そのラリーで飛ばすのも大変な量ですけどね。殴る方もだいぶ痛いと思うんだけどな。ののさん、私のサーバーはどんだけネガティブで跳ね取っても WC でおめでとうって言い合ってるので、私はの用紙を送ってます。そうなんだ。ネガティブで跳ね取って WC でおめでとうは、もうなんかネガティブで取り得になっちゃうから、なんか、ちょっと、あれだな。でも、絵文字書いてんのすごいな。さすが、名声ランキング1位の方は違う。影響力。ノンドさん。はい。そう、名称肖像画展のね、やつを弾こうと思ってたのを忘れてました。いや、これも貯めた方がいいのかな。でもね、1000貯めていく意味がないから弾きたいんですよ、ということで、そう、何弾こうかなと思っていて、展示室じゃなくて、美術品か。そう、あとちょっとでね、クリアできるやつをね、弾きたいので、この会場の覇者か、ローマの皇帝、戦国の武将で、防衛が勾玉でしょ。両方とも防衛なんだよなーってなっていて、これなー。コックさん、ちなみにラリー2軍で 16B の敵をぶっ飛ばしたのは日本人プレイヤー。強い日本人もいるもんだ。夏キングさん、うちのトップ同盟はラリー一発で23秒焼いてました。もう、そう、最近ね、ほんとね、SVS 怪獣決戦で、まあ、今回も K42 がいて、まあ、K42 の割にはそんなに、バフは高くなかったっていう話なんですけど、まあ、K38 から見たら十分強いので、気軽に SBS できないんですよね。怖すぎる。ののさん、今、オートラリア始まって名声は7位です。あ、そうなんですね。まあ、同盟によってはオートラリーの上がり方えぐいですからね。いや、私も名声ランキングどんどん下がってんだよな。もうね、どうしようもない。無理無理。でも、溜め込み戦略は貯めようと思います。そう、アップグレードっていうかその上限解放でね、リソース周りがちょっと改善されてきてるので、まあ、今はね、貯めた方がいいかなってちょっと思っちゃったりしますよね。23B 総会。カムイさん、うちのサーバーも夏キングさんとこと同じシステムでしたけど、私以降特例でネガティブでも王様になり、そこからなし崩し的にネガティブ王が誕生しましたが、私は彼らを王と認めてません。いや、頑張って取ったね、カムイさんに失礼ですよね。そうなるからね、難しいですよね。まあ、なんかね、条件が欲しいよな。皆さん、1月に1日だけランキングコンテストありました。敵兵を倒すだったんですが、T1 少し倒すだけで上位に入りました。1月に1日だけそんなことがあったんですか？テストのテスト？それ、普段の王の対決どうなるんだろう？月見さん、ゴジラ対メカゴジラ。若干古めな。モスラ対ビオランテ。KOM って何の略だろう？神さん質問、行政庁の元老院将軍って同じ将軍を使えますか？総督と司令官でとか。使えますよ。使えますよ。あの、私、元老院の総督と司令官は、メフメトコンビですよ。はい。総督の方は、赤星5のメフメトさん1号機がついていて、司令官の方には、メフメト2号機赤星さんがついてますね。はい。今回の王の対決でね、マックスいけば、赤星5分ね、溜まるはずだったんですけども、ちょっ
とジェムがはみ出すわ、100万ジェム超えちゃうわ、と思って、使わず諦めました。エロコックさん、それ子供の時見に行った気が。ナツキンさん、ランキングコンテストは上位3位まではジェムがっぽりです。そうなんだ。じゃあ工夫でいけるんですね。T1 倒しただけで上位いけるっていうのは激アツですね。まあでもあれですよね。1日だけということで、情報がない中で、頑張ってやった人が、得したっていうことですかね。月さん、古かった。あ、やだよ。シン・ゴジラって言っておけばいけるんじゃないですか。富山さん、ゴジラ KOM、キングオブモンスター、そうなのキングオブモンスターなんだ。神さん、やっちまってた。ありがとうございます。やっちまってたんですか？はい。元老院はね、双子 OK システムなんで、全然、はい。射撃、射撃はメフメトと、あとは遺跡将軍で、全部集まりそうだな、みたいに思ってます。はい。そう、歩兵と騎兵もいけそう。やっぱね、工場兵器だけきついんですよ。工場兵器だけ。まあ、工場兵器はね、そもそも、司令官の4つ目開けるのもきついですからね。私、次開けますけど、うん、厳しい。お、ガーキンが起きとる。なんか、いいラリーが来たら入んなきゃ。ということで、本当は、本当は、月桂樹が開けたいし、トロイアの木馬を開けたいんだけど、解放条件が全然、ダメなので、どれを開けようかなというところで、いやー、そう、でもここ、ヒット率が高いというね、見方もできるんだよな。相手のがいっぱいあるから。でもね、そう思い出した。これだ、北方の蛮族王が欲しいから、北方の蛮族王が含まれてるやつを開けなきゃと思ったんだ。そう、私、なんかね、寝ぼけてる時に、シグルズの制約をね、なんか使っちゃって、全然足りてなくて、北方の蛮族王か、ハーラルがいるやつを開けようと思ったの。そうそう、思い出した。北方の蛮族王か、ハーラルがいる将軍の殿堂をね、一回開けたいなと思ったので、もう流れでこれ負けようと。これさ、ハーラルさ、昔ね、持ってたのに、ハーラル、捨てちゃったんだよね、多分。ハーラルさんね、私かける1個しかなくて、大昔にゲットしてたのに捨てちゃっていて、非常に悲しいんですけれども、ハーラルさんね、ほら1個しかない。マジで悲しい。制約システムマジで許せない。ということで、そう、ハーラルはね、開けた実績があるから、北方の蛮族王が出る軍艦の戦闘参加。はい。これをね、引こうかな。名称肖像画展。そう、1000もね、溜まってるので、ちょっともったいないんでね、北方の蛮族王が出る、どれ。これだ。月桂樹。はい、月桂樹ね、ここ、空きが多いから、揃わねえの確定してるわ。でも、ハーラル狙い行きましょう。これさ、あのーここに何もないのさ、ひどいよね。この、上と下に違いがなくてさ、これ、開かないと、わかんないじゃないですか。でもなんか、血迷って下とかを間違って引く可能性があるじゃん。これなんかさ、こういう UI ふざけてるよな。一応ね、引き換えって押したら名前が出てくるので、ここでね、ちゃんと見ないといけないですけど。ということで、月経史歴史の名称の引き換え書、これ引こうかな。はい。ということで、はい、今日のお品書きね、開封配信なんで、せっかくなので、月経重歴史名称の引き換え書を引こうかなと思います。ここね、ヒット率が高い。そう、逆に言うとヒット率がこのタイミングでは絶対揃わないんだけども、ヒット率が高くて、アレキサンダー大王、ワレンシュタイン、スレナス、北方の蛮族王、かぐや姫、アレクサンドラ。はい。約半分いかないぐらいのやつ。当たって嬉しいですと。で、ハーラルも当たって嬉しいですと。いうことで、ここね、ヒット率が高いので、
はい。というフラグを立てた上で、さあやっていきましょう。わーい。これかこれだな。はい。確率の詳細。ちゃんと6.25%です。じゃあ引きます。わーい。ゴー。バカじゃないラウタロテ。ラウタロテ。持ってるよ、防衛官。元老院につけることさえできない。はい、いりませんでした。ラウタロさん、ラウタロさん、持ってるよ。持ってるよ。歩兵城にはね、必要なやつですよね。はい。なんか、うん。ええー半分当たりだっつったのにあれ、ナオノさん、私ラウタロ欲しいですって言ってる。お呼びでないよなってみんな言ってたと思ったら、欲しい方がいた。いやー、もう何やってんの京都に直して文明ルーレットも行こう。頼む、OK 出てくれ。頼む。はい、出ませんでした。はい、ということで、今日の引く系チャレンジャー、もうここで終わりにしようと思います。はい、今日はね、あんまり運がいい日ではなかったようですね。全く。ラウタロはちょっと悲しいな半分当たりだったんだけどなまあ今日は、同盟ボスのね、文明装備でね、王権側引いたんで、そこで運を使ったということでしょう。ということで、はい、ジャーさんはハーラルと北方の蛮族王が今欲しくてしょうがないということです。ハンラ友達のラウタロス。ハンラ友達。なんか画面ちっちゃいまま喋っていた。富山さん、ランキングコンテスト1位、105系ジェム、2位、70系ジェム、3位、35系ジェム、4位、21系ジェムでした。へえ。カウイさん、ラウタロちょうだい。私もちょっと偏るんだ。いや、私、ラウタロ、なんか多分、都合3回ぐらい引いてますよ。多分、こいつ。いるもん、多分。ここに。いた気がする。いやー、偏りなー、あるよなー。もうちょっとなんか、こっから探すの、大変だ。これもさ、相当してほしいですよね。その、兵の、例えば属性だとかの順番とかでね、相当してほしいですよね。これ何順なんですかね。結構新しいやつとかも混ぜこぜになっていて、意味がわからないんだよな。兵の、兵種とかでね、相当してくれればわかりやすいんだけれども。はい。だから、ラウタロさん見かけないんで、もしかしたら捨てたやつかもしれないから、制約的に良かったかもしれないっていう風に思うことにします。全く。なんかアザゼルさんが呼んでる。はーい。危ない、危ない。こういうの逃しちゃね、いけないからね。ナツキンさん、キープレベルでさらに報酬上がりますね。そうなんだ。そうなんだ。そう。今ね、皆さんコメントしてくださってるのは、王の対決ですね。王の対決の、次の、イベント。王の対決がなくなって別の、イベントに変わりますということで、ランキングコンテストと呼ばれるね、イベントが、いくつかのサーバーで、先行で始まったようですというところで、はい、リワードがね、結構いいみたいで、はい、ジェムもめっちゃもらえますし、よいしょ、その他もなんかアレースの地とかもね、配るという感じですかね。だいぶリワードがね、良くなってるようで、
はい。で、かつ、同盟ボスと同じくかな。戦力によって、多分リワードがね、良くなってるようですということで、なんかどうやらクロスサーバー、複数のサーバーで、同じね、白レベル帯の人たちと、まあ、戦う、サーバー内ではなくて、サーバー内での対決じゃなくて、クロスサーバー、釣りイベントとかとね、似たような感じで、ランダムなのか、なんかの条件のある、まあ、近いサーバー同士で、かつ、同じ戦力同士、同じ戦力じゃないですね、きっと。同じ白レベル同士で、ランキング、競い合うというね、新しい王の対決がね、今後始まるようですということで、なんでテストサーバー、まあテストサーバーをした上でね、いい方に改良してくれればいいんですけども、なんか、あんまりそういう話も聞かないからな。不思議ですよね。別に全体で始めて、あのーなんか広げりゃいいのに、こんな SNS 時代でね、情報広まるんだから、別にテストサーバーする必要あるっていう感じなんですけれども。はい。メラコクさん、ランキングコンテストはキープの高さでもうちょっと変動あるみたい。ナスキングさん、私の1位は 112.5K ですね。おー。富山さんのところは 105K ジェムだけど、ナツキングさんのところは 112.5K っていうことは、やっぱ、キープのレベルによって、やっぱり、違うんですね。同盟ボスのリワードと同じような感じで、ちょっとグラデーションがあるんだな。メラコックさん、カード取るのじゃ、いやもう怖いですよ、今日。今日もうぶつかっちゃったんで、王権で。また来週にしようと思います。今日引き弱の日です。富山さん、私は K38 から K39 のエリートグループでした。へえ、エリート。それとエピック将軍プレミアムを開いたらポイント入るのはタイミング縛られるので困ります。あ、へえ。あ、それ助かるな。そんなのがあるんだ。へえ。まあでもあれだな。解雇に余計なジェム使うから、あんまり嫌だけど、私は、将軍引換券めっちゃ貯めてる勢なんで、はい。まあそもそもね、もう、将軍枠足らないから、もう、満帆だから開けられないんだけど、王女レベル早く上げないとっていう感じなんですけれども、そうなんだ。それはおもろいな。私、有利だな。メルコックさん、私の1位は、127500127 k か。はい。ナツキングさんのところよりさらに高いっていうことは、はい。ナツキングさん K43 とかでしたっけ？ 43 か44でしたよね。ナツキングさんじゃない、メロコックさんか。あ、メロコックさん、上はアザゼルラリー参加のこととす。カード取るのじゃ。なるほどね。いや、そう、カードね、出ないんですよ。そう、アザゼル、まあ、そもそもね、アザゼルラリーに乗れるタイミングがちょっと少なくて、そう、このね、だいたい日本時間の23時とかにね、起き始めるんですよ。だから寝るタイミングとかにね、あ、やった、軍事理論だ。もうね、軍事理論マジで嬉しい。軍事理論が激欲しい。もうなんか軍事理論とハンターラッキーギフト2個とかね、落ちてる時点で、はい、もう非常に嬉しいですね。やったぜ。カードは当然ない。はい、アザゼルラリー引くのを、はい、ちょっと、皆さん、もし、左下でアザゼルとかクラーケンっていう文字が見たんで教えてもらえると助かります。あ、強制労働しとこう。てか、やばい、もう23時19分や。はい。いやー、そう、これね、将軍枠、もうね、125番の124ですよ。もうラウタラなんか即解雇だけど。防衛将軍は複数持ってもしょうがねえじゃねえかっていう。はい。それはね、兵がね、減ったら、グラデーション変わるから防衛将軍変えるぜっていうね、そういうことができる、高レベルプレイヤーはいいかなと思うんですけど、私みたいに一点突破、真珠系プレイヤーにはね、無理なんでそういうの。はい。特性とかね、下がっちゃうから。
できないんでね、関係ないんですよね。防衛将軍なんかね、もういいんですよ。ブーリカとジョージ・デューイだけで。もう枠ねえからっていう。はい。もう125分の124埋まってんだよな。これもうほんとね、思い入れのあるやつをね、解雇していかなきゃ。まあ、思い入れあるとか言っても、もうね、さすがにジョン・ビフォードは捨てようかなってもうね、思ってます。はい。ジョン・ビフォードさんね、ゲームを始めた時からずっと使ってた、思い入れがあるから残してたんですけど、もう彼の席はないですね。使うこともないからな。もう、だってサイコロさえついてないからな。運さえついてないんで。はい。からね、よく頑張ってくれました。彼のね、良くないところはね、はい。もう開発だとかね、もうなんかもういろんなところでね、使い道がないっていうね、かわいそうなジョン・ビフォードさん。はい。次の回はこいつです。はい。で、なんだっけな。そう、名称肖像画展もね、まあ、もしかしたら変わるかなって思ってるんですよね。そう、名称肖像画展のラインナップが、ね、いつの間にかこのカーンとか、エドワード・ティーチが入るようになったんですけど、まあでもこれね、確か7周年イベント間際だった気がするんですよね。なので、これはまだしばらく変わんなそうな気がするんですけども、あの、エピック歴史の名称引換証この辺ね、いくらなんでも変わるかなって思うんですよね。明らかにピックアップの数字下がってるじゃないですか。クリスティーナね、13.16% って言ってますけど、これ1年前だったら18%ぐらいあるんですよ。そう、どんどん濃度がさ、変わっちゃってるので、これね、いくらなんでもさすがにそろそろリフレッシュだと思うんですよね。はい。って思うと、やっぱ今引く気にならなくて。で、ってなると、これ持ってるやつが変わる。その、エピック歴史の名称引換書の2とかね、出るならいいと思うんですけどね。そしたら気兼ねなく弾けるんで。はい。これね、きっとこのまんま中身変わるそうな気がするので、ってなるとね、今弾く必要ないよなって思っちゃいますよねっていうのでね、はい。途中でもちょっと喋りましたけれども、報酬の宝箱の新しい宝箱が増えるんじゃなくて、同じ宝箱だけど中身が良くなるっていうね、ことが、今後も起こりうるので、はい、皆さんね、ちょっと計画的にね、開封するのがいいのかなって思います。はい。特に遺跡ね。遺跡はね、そろそろ、もしかしたら4月になんか来るんじゃないかなってちょっと思ってます。メルコックさん、解雇すればアレチもらえるんでしたっけジョン・ビフォード。ジョン・ビフォードはもらえないと思いますよ。アレチもらえるのは、星をつけてるシリーズのやつら。だけど、そもそも、レジェンド系は、アレチいらないんで、もらえないですね。あれ、ワックワさん、ジョン王子、私も使ってます。マジっすかマジっすか。いや、そうなんです。私ね、ジョン王子にね、最初お世話になったんで、はい。彼、彼めちゃくちゃグリフォンとかイフリートとか、盗賊倒してくれてたんで、はい。いつの間にかね、もう一切ラリーにさえ参加しなくなったんですけども、はい。なんとなく思い入れでね、使ってるんですけども、はい。もう2年は言い過ぎか。まあ、1年半ぐらいで使ってないんで、そろそろね、解雇なんですよね。メロコクさん、美術館そろそろ追加するかもですね。いや、それもあるかもしれないですね。そう。美術館のね、追加も、さあ、これ放置しすぎだよね。放置しすぎたかもしれませんみたいなやつ。将軍の殿堂1と2で、これね、3増えたタイミングが、確か、それこそ、このファーゾルト、7周年記念の前後あたりだった気がするんですよね。その時に、新しいこの美術品がね、これが増えましたと。で、この条件のマーテントルンプ、マーテントロンプどう出るんだみたいなね、これ取りようがねえじゃねえかみたいなのがあったんですけど、これね、
なかなか、はい、これゲットするのが難しい、課金イベントでしかね、ゲットができない系のね、やつなんで、大変だったんですけれども、はい、これがね、増えてね、もう1年以上放置されてるんですよね。ひどいですよね。わざわざね、タブ増えてますからね。将軍の伝道1があって、2があって、ね、3が増えたのに、結局増えないっていうね。これ、だってさ、絶対さ、この美術品のさ、これ、下3つ増えるじゃんっていう。なんかもう雰囲気、下3つ増えるじゃんっていう雰囲気あるのに、ずっと放置。ずっと放置。将軍なんてね、延々と出続けてるのに、これね、ちょっとこういう、なんというか、行き当たりばったりなのか、なんとか優遇させたくないのかなのか、やんなくなるのね、えぐいですよね。で、もう一つえぐい話があって、この件のもう一つえぐい話は、これさ、あのー美術品をね、増えるとすると、この開放条件であるレベルアップのとかね、使うこの辺のね、巻物、宝蔵の巻の宝箱で、え宝蔵の巻の宝箱のこのラインナップが変わるんですよ、きっと。はい。てかね、過去に一回変わってるんです。これ。はい。途中からこのロンバルディアだとか、増えたんですよ。はい。で、そうすると、確率がね、下がるんですよ、また。これ、1個あたり6.67%なんですけど、そう。欲しいやつが出る確率が下がるんですよ、1個。分母増えるんで。はい。っていうね、ことになるので、これどうなるんだろうな。そう、だから偏っちゃうんだよね。増やすならコンスタントに増やさないと、巻物の偏りが出て集めづらいとかね、出てくるんですよ。だから、これ、将軍の伝統3出た時にポンポンって増やせばよかったのに、ずっと放置してるから、ちょっと意味がわからないですよねっていうね。はい。これもね、ずっと待ってる。まあ、どっちみち宝蔵の巻の宝箱ね、なかなか集めらんないんで、関係ないですけど、なんかアザゼルって書いてある。メルコックさん。あとは、5種類目の兵器とかはないか。5種類目の兵種さすがに今から兵種は増えなそうな気がするけれども、いや、どちらかというと、防衛艦にもうちょっとなんか優しくなって、この元老院シリーズだとか、防衛艦と開発に関するこういう置き場が増えるっていうのはね、ちょっと増えてほしいですよね。富山さん、危険なものは桃園の誓いが伝導に追加されるの、そうなこと。桃園の誓いは、金将軍だらけなんできついですね。モッカスさん、スパルタカス解雇した時は泣きました。スパルタカスは足早いから悩むとこですね。カッチン KT さん、コンジャルは初コメです。毎週見て参考にさせていただいています。話すの長くなりますが、エボニーを始めて1年半で羽をゲットできました。それまで5人の日本同盟で、同盟ボスもいない同盟で無課金でしたが、見切りをつけて1ヶ月前に2位同盟に移動しました。そこで一度だけ月間レイドカードに課金して、週末の SBS で羽ゲットと同時に黄色の羽もゲットになりました。まだ計34でした。おー、すごいおめでとうございます。毎週見てくださってるんですね。ありがとうございます。初コメ。そして、青羽ゲットおめでとうございます。計34は、ってことはあれですね。比較的若いサーバーなんですかね。はい、はい、そうですね。ちょっとですね。いろいろ状況が変わってるので、やっぱね、上位同盟に行くのは、ちょっとね、大事ですよね。はい、ね、レードカードもね、絶対強い。絶対強い。いや、すごい。今週末ゲットしたってことですね。素晴らしい。黄色の翼もゲットとなったってことは、条件達成ってことですよね。いや、おめでとうございます。素晴らしい。なんと、今日、翼の報告が、はい、翼の報告と王様の報告が2回も素晴らしい。いや、なかなかね、SVS で上位に入るのが難しくなってきてますけれども、でもやっぱりね、頑張ってる人たちがね、成果出るのいいですね。素晴らしい。カッチンさんおめでとうございます。
カコさん、美術品レベル5へ巻物880、レベル6へ巻物1600、無理無理。もうそう、レベル5でさえ無理で、で、16分の1されちゃうから、そんだけ貯めなきゃいけなくて、ずっと貯めてて7000なんですよね。で、私の計算上1万ぐらいないとね、ダメなんですけど、1ヶ月でそんなに増えないんで、美術品、宝蔵の巻の宝箱。これね、ほんとえぐいイベントなんだよな。美術品レベル7は2680、たまりません。戦略エキスパートが一生解放しません。戦略エキスパート、そう、これもほんとふざけてんだよな、マジで。戦略エキスパートの解放条件、えぐいですからね。BOG ですからね。はい。青羽のね、軍神アレスとか、王家の栄光とかね。まあ、この辺はね、まあ、めっちゃ難しいけれども、まあ、そう、途中でありましたネガティブでもね、なれるだとかね、一応抜け道がなくはないと。優しいね、サーバーだったらネガティブでもなんかしないけど王になれるみたいなね、とこもあったりとかするので、まあ、そこを含めて運なんですけど、はい。より運が求められる赤い羽、コンスタ200以内と、さらにきついガウガメラシーズンランキングトップ100。もうほんと意味わかんないよな。こういうなんか席が埋まる系のイベント、マジでどうにかしてほしいよな。うん、置物だから。あの、エボニーの関係者何万分の1ぐらいにしか関係ないみたいなね。はい。何万分じゃ足らないんじゃないのぐらいからね。皆さん、カッチンさんへのおめでとうコメントありがとうございます。もうほんとね、戦略エキスアートね、ほんとね、意味がわからない。そう、赤羽はね、私も惜しいとこまで行ったけどダメだったし、あれも、これもね、本当に当たり運だから、相手、4回連続当たりを引かないとダメっていうね、めちゃくちゃきつい戦いですし、はい。戦略エキスパートに至ってはね、もう、本当にトップ100で、この辺のね、実績にもあるんですけど、このフン族100位みたいなやつありますよね、確かね。戦争じゃないか。あれっすか？はい、この、フン族の進行シーズンランキングトップ10に入賞するとかね、こういう、なんか、その、なんだろう。容姿目指すぞってならないじゃん。ねえ。こんな。なんなんだろう。これ目指させたい。もうクリアさせる気が全くないよなっていう、なんていうか、リワードの見直しもそうなんだけど、この辺もなんか見直すなのか、神の頂上1、2とかにして、少し緩和するだとか、なんか成功体験をもうちょっと積ませてって思いますよね。なんか、マジでね、マジでふざけてる実績も多いんだよな。タイガさん、一回取った人は除外されるシステムにすればワンチャン。いや、そう。だから殿堂入りシステム重要ですよね。だから、ミラクルシーズンの時みたいに、そう、殿堂入りみたいなシステム、あれすごく良かったのになんでミラクルシーズン来なくなっちゃったのかも意味わからないし。はい、もうね、1年ぐらい来てないし。なんなんだろうな、マジで。あのーはい、アザゼルさんは、箱もカードも落としてくれませんでした。まあ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 、いいでしょう。あ、やったね。遠征収益。こういうね、リワードをね、増やしてくれるもいいんだけれども、なんか条件をね、緩和するみたいなのもね、ちょっとね、考えてほしいですよね。はい。メロコックさん、BOG アルティメットないですよね。無理です。いや、そうなんですよ。そう。BOC とかって、シャロンシーズン、今みたいなタイミングって、大陸ごとのランキングみたいになるんですけど、ガウガメラって全サーバー一律なんですよね。あの K45 と K14 で上から100、とりあえず確定で埋まりますけど、みたいなね。はい。K45 と K44 の人はどれだけいるんですかみたいなね。はい。なんというかさ、憧れもしないじゃんっていう。憧れもしない、集めようとも思わない
ただデータな無駄のクエストなんだよなっていうのがね。はい。まあ、それをね、目指してね、トップをひた走ってる人には、失礼な話になるのかもしれないけれども、ほとんどの人には関係ないものが多すぎるっていうのをね、ちょっと、エボニーの悩みですよね。BOG と BOC 版アルティメットが欲しい。いやー、もうなんかアルティメットが来たもん、もう、赤羽もめちゃくちゃしんどかったからな。しんどかった上にできなかったからな。それでもクリアできる気がしないもんな。月見さん、赤羽はサーバーが少なかった時には白羽より取りやすいのではと言われとったんじゃがの。サーバーが少なかった時は。そう。でも、もうあれですから。もうあれですから、サーバー。はい。サーバー、もう1900ぐらいいたもう目が痛くなる。はい。1948まであるんで。そうでね、もう、あのー若いサーバーだから弱いっていうのがないじゃないじゃないですか。あのねチャージすればチャージしただけ強くなるから、まあ、それが課金ゲーの正しいところというか、まあ、当然の部分なんだけれども、そう、めっちゃ課金してる人だったら、別に若いサーバーでも普通に K42 とかね、いるので、そう、関係ないんですよね。増えれば増えるほど、ただただ辛くなるっていうね。はい、難しいですね。テラさん、アザゼルは誘惑の転生したらそうやったけれど。そうなんだ。転スラでそんなネタが出てくるんだ。転スラは途中までしか読んでないや。はい、もうそろそろね、2000サーバー届くんだよなってなってくると、いや、今回のランキングコンテストのやつって結構いい試みだなと思っていて、そう、結局、そのサーバーが、その、古い、若い、まあ別にあんまり関係ないから、そのキープレベルで、見ましょうよというのはいいことだと思うんですよね。だってもうサーバー内のランキングなんてほぼもう固定しているじゃないですか。もうね、大体、ランキング上位に入る人って、毎回ね、歴代最強君主って見ると、大体似たような名前が、上位に入ってくるんですよと。はい。面白みもクソもなくてはい。まあなんか今回頑張ったねっていうのがね、たまにちょっとずれたりとかするけれども、この辺のランキングって基本的にはね、ほぼほぼこの辺の縮図なので、あんまり関係ないんですよね。だから、そう、まあ、釣りイベントみたいな感じでね、釣りイベント、ヘカテイベントみたいな感じで、クロスサーバーでね、ランキング、近いところでランキングをするっていうのは、個人的にはね、結構好きなんですけれども、同盟総動員とかもね、そうだよね。まあ、どういうね、選ばれ方をしてるのかわからないんですけれども、はい。まあ、こういうのがね、増えるのは悪くないとは思うんですけど、ですね、気、気になる気になるというか、あの何年も経過したサーバーと、まだ1年ぐらいのサーバーで、リワードが同じなのっておかしいですよねっていう。平均戦力レベルみたいなのを見て、そのリワードをね、色付けするみたいなね、そういうのでやってほしいですよね。はい。っていうのは、花とかね、はい。花とかサンタとかね、まさにそういう感じなんですけど、この辺のリワードがね、1年目とかだったら別にこれでいいと思うんですよ。もう2年半だぜ。このイベント3回目かなだぜ。このアイテムで満足すると思うかいみたいな。こういうのね、2年とか3年経ったらね、中身が良くなるみたいなね、すれば、去年と違うとか、報酬良くなったってね、思うのに、単なる掛け算でもね、
ね、サーバー経過年数で掛け算するとかでもね、ちょっとだけ気分が良くなるのに、こういうとこ手抜いて同じなのをね、ほんとね、あの、サボってんなって思いますよね。白貝さん、前に興味本位で1900台のサーバーを除いたら計41がいました。いや、そうですよ、そうですよ。そう、もう関係ないんですよ。買う人買うんで。オートラリーとかもね、ありますからね。エピックヒド、うおっとっと、ステムパーロス。わーい。ゴーゴー。エピック。お気に入りに絞ろう。はい。ラリーにね、参加する用のやつはお気に入りつけているので、これで選ぶ方が早いっていう。OK。ナツキングさん、キープレベル別オールスターが良いです。いや、ほんとそう、そう。そう、私ね、前にあったエボニーアンケートに書いたんですよね。はい。分けろって。分けろって。あのーそこを見て、目指そうと思うより、萎える方が多いと思うから、あの、私も頑張るぞを超えてるじゃないですか。はい、ねえ、小学生で戦ってるグループが高校生のサッカー部に勝つぜなんてのは無理なわけですよ。はい、憧れ、憧れも、憧れもしないな。小学生と高校生ならワンチャン憧れるかもしれない。プロサッカー選手とかか。うん。まあ、人によって憧れるかもしれない。でも、大多数の人は目指さない。もうねっていうのが、はい、課金をしてほしい運営的には、まあまあまあ、関係ないんだろうけども。ココさん、島流しさん、それはきっと目が疲れたら、いやー、そんなことはない。メロークさん、同盟総動員はバランス良くて良き。そうですね。同盟総動員は結構バランスがいい。多分、アクティブ度とかなんか見てやってるんですかね。なんか、結構、なんというか、そんな乖離しない気がしますよね。島流さん、ちなみに隣に K40 見ました。幻覚かななんかバグってるかもしれないですね。タヨさん、ミラージュナイトがいたのか。騎士ヘッドライナー。難しい。難しいネタが来た。月さん、バラのイベント放射初期でもなんやこれって感じでしたの。いや、本当ですよね。私1年目に見た時も何これって思いましたし。はい。なんか、わざわざイベントバナー貼るほどのものじゃないんだよな、みたいな。メロコクさん、みんなが楽しめる仕組みがいいですよね。そうなんですよね。なんかもうさ、同盟月間レイドカードみたいなさ、サブスクみたいなの始めたんだからさ、もうエポニーさん、まあまあ潤ったと思うんですよね。もう少し緩和してもいいんじゃないですかね、みたいなね。長く楽しめるコンテンツをね、用意してほしいですね。はい、まあその意味では、ピラミッドとか蛮族とかもね、なんかこの辺も手こ入れしてほしいなと。報酬が上がったとかはあったんですけど、そもそも、そもそもピラミッドとかも、なんか、そんな楽しいイベントかっていうのが個人的にはあるので、蛮族は、まあ、成長を実感できるというか、検証する期間は楽しいので、私は楽しんでるけど、ピラミッドは、もうやればやるほど、なんか、辛くなってる、もう早く終わんないかなって思うからな。ピラミッドはもうマンネリの極みな気がするんだよな。夏金さん、最強の K○○は誰だ決定戦。カノヒさん、富山さん、マニアックすぎる新幹線なの。テンスラなんだな。タヤさん、BOG というえぐい仕様、基本燃える。BOG よな。BOG もなんかせっかくモンスターがいるけど、モンスターのポイント少ないから、モンスターを買ったことを、たくさん狩ることにそんなに意味がないみたいなのもね、バランスブレイカーだしな。お、ステムパーロス、B19 が出とるぞ。何なんてこった。帰ってくれ、早く。帰ってきてこい。月さん、収入別オールスター。
収入別は、収入別悩ましいですよね。収入別悩ましいですよね。あんまり課金すると、強い人に混ぜられるのか、みたいな。青天井組に入るとやべえな、みたいなのとかあるから難しいですよね。はい。でもね、収入別オールスターだったら私、無課金最強をね、狙いたいなと思うので、頑張りたいところがありますよね。あ、帰ってきたか帰ってきたか焼き鳥に出すぜ、焼き鳥に。わーい。あ、グリーンじゃない。バイバルスや。メロックさん、ピラミッドとかも攻略したらボスが出るとか頼みます。昔ね、要塞ピラミッドみたいなのがね、出てね、なんかもしかしてこれに変わるのかなと思ったけど、要塞ピラミッドもまあまあだるいイベントだったんで、なくなりましたね。ペソンペソンさん、バイキングも飽きた。バイキングもなぁ。いや、バイキングはね、報酬がいいので、参加はするんですけど、まあまあ辛いですよね。あのですね、バイキングは、バイキングは、50やめてほしいですよね。50多いですよね、まず。あの、リワード一緒でいいんで、リワードを増やせとは言わないんで、50じゃなくて30にしてほしいですよね。その、リワード総数減らさずに、だから一回あたりのリワードをちょっといい感じにね、して、数を減らしてほしいですよね。50は多いて。もう本当に。あの、50回召喚するのがもうだるくてだるくて、これ、そう、そう、バイキングはね、もう、必要枠というか、やんなきゃいけないからやるんだけど、ありがたいし、めちゃくちゃ参加するんだけど、そう、これもうね、あ50大変だよな。富山さん、スピードアップ還元がもう少し増えれば、そう、スピードアップ還元もな、研究の還元とかもね、舐めてますよね。スピードアップ、研究はもっと使うでしょうとか、製造スピードアップとか使う道あんまないでしょうとか、罠もあんま使い道ないでしょうとか、なんか、この辺のね、なんていうか、本当に実態に合わせたのみたいな。あのー首都の選択した時のこのボタン、変えた時のね、やつはね、結構、まあまあ良かったかなと。まあ、一部ね、こっから人気を変えられなくなったっていう、フン族ガチ勢の方には不評でしたけれども、私ここでエンブレム変えられるのめちゃくちゃ嬉しいんで、はい、個人的にはね、いい変更だったんですけれども、はい、そう、援軍とかもね、ここから見れるのも、俺、戦場とかでめちゃくちゃ使うんで、非常に、嬉しいんですけれども、そう、なんか、こういうのと同じような感じでね、なんかやってほしいんだけどね。アンケートはもうちょっと、情報収集でちゃんと使った方がいいと思う。ミロさん、使用36にしたんですが、王の花道達成きついですね。資源の君主エキスポ、ジンキさん、ジップが出なくなりました。あ、そう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 。いや、そうなんですよ。ですね。市場はもう K の35からきついです。あ、36か。35じゃなくて、そう、36だ。私はもう36にして積んだんだ。はい。王の花道をたくさん達成するのは、K の35以下でやっておかないと、マジで辛いんですよね。闇糸のラインナップが、えぐくなるので、ジェムだらけになるので、そう、だからね、王の花道ね、今回ね、達成しなかったんですよ。もう、これね、ここ、ここに、そうだ、まだ開いてなかった王の宝箱、王の花道のね、やつはね、98。はい、99にすればね、メフメトがね、ゲットできたんですけども、あと50個闇市買うの無理だなと思ってやめました。はい。まあ、でもスタミナが嬉しいです。10スタミナだけど嬉しいです。そうなんです。闇市ね、ほんとね、皆さんね、気をつけてください。ただね、これ、キープレベルを上げるかなんかの条件のところで入ってくるので、36上げざるを得ないんですよね、確か途中で。はい。だからね、地上計36にする前に、王の花道をね、クリアしまくっとくのは、結構個人的にはおすすめです。
はい。王の花道をたくさん達成することによって、何ができるかっていうと、ここです。はい。私のね、元老院、射撃兵の総督、メフメトついて、さらに司令官にもメフメトついてますっていうね。はい。こういうことができるようになるので、はい。おすすめです。はい。エピック将軍、同じエピック将軍が、楽に手に入るイベントって限られてるので。はい、ヤツキングさん、それは VIP レベルイコール収入別。VIP レベル、上限が増えてから、またオークションがぶっ壊れてるんですけど、これVIP レベルオークション、難しいですよね。強くなるのは何がしたいかって、俺強いしたいはずなんですけど、そういう、なんていうか、階級別にしちゃうと、俺杖ができなくなる。育てたはずなのに、周りも強くなってみたいな。ね、戦場とかのね、戦力が強くなると、相手も強くなるから楽しめないみたいなね。それと同じことが発生するからね、こういうゲームは難しいんですよね。10でいいかな。あ、これあれだな。バイキングだな。バイキング。神さん、収入別なら無課金、未課金の私最強です。無職、美課金の私無職無職なのかノツキンさん、ラリーしんどいから基本ソロのみでクリア。まあ、ラリーはね、かけた方がみんな、賢者の石とか欲しいだろうからって私、なるべくラリーかけるようにしてるんですけど、でもめんどくさくて。みそみさん、10でいいです。それかせめてスタミナ使わずに消化させてほしい。確かに、なんか、いちいち消化に5スタミナかかるのも意味不明なんだよな。ココさん、今一同盟にお邪魔してるので、バイキングはソロでさっさと終わらせるけど、50だるいですね。あ、そうなんだ。うちの同盟は、半分というか20ぐらいまでは自分でやって、あとは召喚しろっていう指示が出てますね。そう、みんな素材が欲しいんで。あ、なんか、鳥が出てた鳥が。で、ここ開いとこう。ここ開いときます。すいません。一番重要な画面を開いておくべきだと思った。はい。なんか必要な時に飛ぼう。コメント読んでる時はこっちにしよう。これね、私、パソコンの画面の位置とマイクの位置が違うんで、私、多分パソコン見てる時マイク遠いかもな。ちょっとパソコンの画面をちょっと変えよう。これ、こうすればいいかな。富山さん、衛星仕様にして全プレイヤーを絶望させる青天井。青天井な。ヒカさん、コンジャルはバイキングとレイド月間カードで召喚したモンスターは1分と3分のレイドオプションを増やしてほしいです。それはそう。それはそう。奪い合いが発生するので、ジェム発射せざるを得ないんですよね。だからそう、1分とか3分があるだけで全然違うので、なんかさ、そういう、あれ、なんかあれ、どっかで見たな。大陸の要求リストみたいなやつにそんなやつありませんでしたっけ？いや、そうなんですよね。そう、レイドが5分固定なのも、あれ、マジでやめてほしくて。てか、もう少しね、増やしてほしいですよね。その、まあ、モンスターによって変えるっていうね、めんどくさいことをとか、バグが起こりそうなことまで求めないから、もう1分と3分増やしてくれるだけでいいですよね。はい。フン族とかも、フン族とかね、1分2分みたいにやってるから、できないわけないじゃないですか。ね、増やしてくれればいいのに。ノッカーさん、バイキングを代わりに倒すのも大変。そうですね。そう、今、うちの同盟は、今ね、ビッグラリーかけてるガーキンさんが、40以上のヘルのやつをね、倒してくれるんですけれども、もう一人しか倒せる人いないから、一人で全員分ね、倒してくれてるんですよね。めちゃくちゃ大変そうで、そう、一部の人にめちゃくちゃ負担かかるんですよね。はい。私はね、自分で倒せるやつも自分で召喚して、自分でラリーかけて自分で倒してみたいなので、なんていうか、ラリーがいない時間帯、ラリーがない時間帯とかにね、召喚して自分でラリーかけてるんですよ。ラリーがない時間帯がもったいないから。
はい。結構ね、うちのサーバーの、日本アクティブな時間帯がね、結構ラリーが止まってたりして、はい。ラリーはね、常にね、5つぐらい走ってるのが適正なので、走らせるようにはするんですけれども、そう、一部の人にね、めちゃくちゃ負担かかるから、そう、だからね、私も竜陸のこと集めたいなって思ってるんですよね。ホワイトロードさん、バイキングのお助けの量も多くて、他のモンスターラリーが出せなくなるから50は多すぎるので減らしてもらいたいです。そうなんだよな。同盟の人数が多いと、その、召喚モンスターとかもやりづらくなったり、ラリーがかかってるから召喚を抑えるかとかになったりとかしちゃうから、そう、50はな、多すぎるよな。なんか、改善要望みたいな、今日はあれみたいになってんな。DSN チャンネルさんのお願いエモニーさん状態になってるな。フン族は短いラリー可能だからできません。いや、そう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 。フン族でやれて、単純にね、あれは4つのスロットの数値をね、入れ替えてるだけで、4つのスロットであることは変わらないので、若干サボってんなって感じですけれども、そう、別に、ね、選ぶ選択肢、4つから6つにしてくれるだけでいいんで、そう、やってほしいですよね。バイキング自体単純計算250分かかんないやばすぎる。そうですね。掛け合すると。ナツキンさん、行軍スピードがトップ同盟とか異常だから1分にすると廃課金優遇できつくなりそう。なるほど。行軍スピード確かにトップ同盟めちゃくちゃ速いからな。足速い人マジで速いからな。どうなんだろう。1分にすると廃課金優遇できつくなりそう。今もあんま変わらないからな。うちの同盟も結局、30秒発射、1分発射してるんですよ。ジェムで発射してて、廃課金優遇というか、廃課金じゃないとラリーがかけづらくて、だから私もね、スフィンクス5とか魔女5とか倒せるんですけど、ジェム発射って言われた瞬間に躊躇するんですよ。いや、ジェム使ってまで倒すかってなって、本当にラリーかけれる人がいない時にはかけるんですけれども、そう。結局ね、ラリーかけなくなっちゃうんだよな。で、ラリー乗る人がね、少なかったりとかすると、結局1000ジェム払ってまでっていう感じになるから、はい、これね、無課金ゆえの、はい、無課金ゆえのっていうかね、装備の強化を、あんなサボり方をしてる私ですよ。ジェム発射したいわけないじゃないですかっていう感じなんだよな。そう、絶対なるべくしたくないんだよな。すげえ無駄だしな。報酬が必ずいいのが出るってわけでもないし、ってなると、マジでジェム発射しまくってる今の現状が結構なんだかなって感じがすんだよな。ココさん、レイド月間カードで召喚したモンスターはその同盟のタグ付きモンスターにしてほしいよね。他の同盟の友達とも話してる。いや、そう、それ多分ね、どこのサーバーでもみんな同じことを思ってますよね。っていうか、あのねでっぷりしたやつなんだっけ蛮族みたいな、なんか虎飼ってるやつとかさ、毒録とかさ、アグロペみたいなアケネメスみたいな、忘れちゃった。アケロイデスだ。とか、フェンリルとかね、ガルーダとかもそうですけど、召喚したモンスターはその同盟しか倒せないっていうシステムもすでにあるのに、そういうね、やつにしてくれてないっていうね、いうのも。多分ね、してくれないんですよ。これ、戦争が起きやすいシステムなんで、この件はきっとしてくれないなって私は思ってるんですけど、でもせめて、ラリー時間、短いラリー設定できてほしい。あの、ジェム発射しなくてよくなるから。マジでジェム発射が深い。あれはね、さすがにサーバー戦争とか戦場とかではジェム発射するけど、普段のな、普段の生活に紐づいている、あもうドロップ将軍が、2倍ドロップ将軍が、普段の
そう、PVP とかって、もう局所的な数時間限定のイベントですけれども、モンハンなんて毎日ずっと四六時中してる行為だから、そこでジェム使い始めるとマジ吉なんだよな。カムイさん、召喚しても他同盟取られるってことですか？それはひどい。いや、ないですか？それめちゃくちゃありますよ。うちのサーバーもう結構取り合いですよ。はい。召喚したらすぐに共有したり、しないと他の同盟から走ってきて取られちゃうんで、損するんですよ。だから、結構ジェム発射してます。月見さん、行軍スピードが偵察みたいな勢いで来る人いて怖い。夏キングさん、スタミナ貯めたいなら、真田リバイバルスでモンスターいなかったらプラスで還元には助かるけど、それ、それやります。奪われたとも絶対そう走らせる。だからもう絶対、真田幸村はね、マストですよね。絶対、あの、損しないんで。富山さん、そのためうちのサーバーでは召喚したらスポーンしてうちのものだと宣言してからやり始めてますね。そうなんだ。そういうサーバールールになってるとこもあるんですね。はい、うちのサーバーはですね、わざわざ飛んできて、うちの近くに飛んできて、モンスターを殺し始める不届きなところが、もう KOS になってる同盟なんで、やりたい放題なんですよね。はい。あのーうちの同盟狙うなよって感じなんだけれど。はい。いや、いろいろあるんですよ。島永さん、私のサーバーでは同盟から100キロ以内はお互いに資源やモンハンで干渉しないという素晴らしいサーバールールがあるので、どの同盟も不満なく平和に過ごしています。そうなんだ。なんか、どっかのサーバーで、その、ハイブ同士が近づきすぎるから、なんか、移動する云々でなんか揉めたみたいなの見かけた気がしたけど。無限スタミナ貯蓄。ココさん、富山さんのサーバー大人の方が多い。羨ましい。うちは150キロ距離空けてますけど、同盟の引っ越しが話されてます。やっぱね、引っ越し話出ますよね。いや、そう、だから結局、総合的に、なんていうか、サーバーをね、仕切ってる方がね、いい方なのかどうかとか、サーバーがね、なんていうか、有効的な状況下にもよりますよね。その BOB サーバーとかだったりとかすると結構その辺がね、ごちゃったりとかすると思うんで。はい。まあ、うちのサーバーは、ちょっと、あんまり、もともとね、この召喚システムが始まる前から結構取り合いがある、ジェム発射、かつ超高軍加速っていう、サーバーなので、はい、まあ、なかなかえぐいかなっていう感じですかね。いや、なんか、いいラリーがめっちゃ入ってんな。すげえ助かるな。でもね、これがね、何時まで続くかわかんないからね、寝れなくなるから気をつけよう。はい。ということで、なんかすごい、めちゃくちゃいっぱい喋ってしまいましたけど、なんだっけな。イベント系のところは、特段、大きな変化がね、うちのサーバーはありませんでした。王の対決がね、新しいのが始まったところがあるということで、あのなんていうか、王の対決もね、信じられないほどずっとマンネリ化しているイベントなので、早く、他のサーバーも開放してくれりゃいいのにな、みたいに思っています。はい。これね、皆さんちょっとそう、結構スクショ撮ってくださってる方多いので、安心してますが、そう、スクショに撮っといてもらって、サーバー全体に広がった時に、リワードが下がってるとかないかなっていうのがね、ちょっと気になるので、はい、ぜひ皆さんね、スクショ撮っておいてもらえると、って感じですかね。はい。で、最後に、そう、スケジュールというか、この、イベント関連の話ですね。はい。また金曜日から長期イベント、今回はね、ピラミッドのターンがやってきますということなんですが、はい、まあそこはね、予定通りなんですが、
もしかしたら、同時還元がそろそろ来るかなと思ってますということで、次の金曜日、もしくはその次の長期イベントのタイミングに同時還元が来るかなっていうふうに予測をしています。なので、2月21日から同時還元、もしくは3月7日から同時還元っていう感じで、前回の同時還元が来たのが11月末だったんですよね、ということで、そろそろね、同時還元の季節がね、来そうだなっていうふうに思っています。はい。ということで、皆さんね、資源とか、スピードアップの、利用はね、ちょっと計画的に、していただくといいのかなっていう感じです。で、新中が増えるのはね、3月ですかね。はい。で、あと、サマータイムが、3月にまたね、切り替わりますよということで、サマータイムになると4時リセットにね、変わると思うんですけれども、はい。それもね、おそらくいつも通りですと、3月の2あたりとかですかね、になるんじゃないかなと思っていますと。はい。で、同時還元がね、皆さん、育成にめちゃくちゃ影響がある内容かなと思っているので、はい。特に、私4月までに 35B 貯めないとなっていうふうに思っているので、同時還元が、あのー今週末来るのか来週末来るのかで、結構パターンがね、変わってくるので、すごく、すごく気になってますということで、今週のね、金曜日はリセット後は、すごく、楽しみにというか、そわそわしてチェックしちゃうかなっていうふうに思っています。はい。参考までにですね、カレンダーがなくてちょっと申し訳ないんですけれども、去年、直近できたのが11月15日から11月25日の期間。で、その前が7月26から8月5日の期間。で、その前が4月19から4月29の期間ということで、およそ3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回、それぐらいのね、ペースで、来てますと。はい。4ヶ月ないぐらい、3ヶ月ちょいとかで来てますということで考えると、11月から12、1、2ってくると、2月、3月あたりでね、同時還元が来そうだなっていうふうに予測をしています。はい。ということで、みんな大好き同時還元がね、来ると、特にね、この馬小屋だとか、よいしょ、病院だとか、この建設中にね、機能が停止してしまうシリーズ、こういったところはやっぱ同時還元のタイミングがね、上げやすいと思うので、はい、建設計画ね、そろそろ来るかもなっていうふうに思っていただけると、はい、いい感じにね、育成ができるのかなと思っています。はい。で、金曜日からはピラミッド、スピードアップで、あとは戦術の巻物ということで、軍艦をね、上げたい人は、はい、今週の金曜日からね、おすすめですということで、金曜日になった瞬間、研究もできるし、スピードアップもすぐできるということでね、ガン上げできるので、王の対決に合わせる勢の方、私なんかはそうなんですけども、はい、猶予あるから、すぐ上げなくていいかっていうふうに思ってますが、はい、うまくね、調整してもらえたらと思います。ちなみにランキングコンテストって、SVS の時どうなるんでしょうね。SVS の週は通常の王の対決で、SVS じゃない週はランキングコンテストとかね、なんかそういう交互に来るのかな。それならそれでちょっと面白そうですけどね。はい。ところで、はい。私はね、軍艦、次は、騎兵系をね、上げようかなと思っています。はい。今ね、モンスターハントを上げよう、上げようシーズンなんで、モンスターハントのランキング上げたいシーズンなので、ちょっとこの辺をね、重点的に上げようかなと思っています。はい。で、4月になったらね、また、戦場にね、力を入れようかなと思ってるので、そのタイミングではね、その他のものも上げとこうと思ってるんですけれども、2月3月はね、ちょっとモンハンにシフトして、
育成をね、進めているというような状況ですということで。はい。軍検がね、私は多分あと3回か4回かな。で、この K38 の研究終わっちゃうんですよね。っていうので、4月にね、K39 に着手しなきゃなっていうふうに思っている、そんなところでございますということで。はい。よいしょ。そんなプランで、だいたいまあ2年半超えたところで、まあ、K39 着工。まあ、3年になる前に K39 になるかなっていう感じなんですけども、まあその頃にはね、K50 が出ちゃいそうだなということで、デジャブですね。2年前の、K35 になる直前でね、K45 が解放されたんですよね。はい。なんか、それと近いような感じで、ようやく K40 のちょっと前のタイミングに到達っていうタイミングでね、また天井が伸びるという可能性がね、見えてきていて、はい。怖いなと思いつつ、今、たくさん貯めている、このリソース宝箱、中身がグレードアップするのだろうかと。まあ、貯めてると言ってもね、必要なもの結構開けてるんで、はい。カツカツ運営であることには変わりはないんですけども、はい。新しく出た宝箱はね、さすがに変わらんだろうけれども、古い宝箱系はね、何か手こ入れが入るんじゃないかと。はい。特に、はい、このエピック歴史の名称引換書、プレミアム、この辺期待してますんで、はい、エモニーさんよろしくお願いしますということで。はい。そんなところかな。アイゲット10ボックスとか言ってるぞ、ガーキン。私、ハンターラッキーボックスそんな出てなかったんじゃないか後でチェックしよう。えよいしょ。ドラゴンの放送イベントいつがですか？ドラゴンの放送イベントそういえば最近来てないですね。でも、ドラゴン放送イベントはなんかビッグイベントと一緒に来る気がしますね。あれカムイさん、水色スパチャありがとうございます。皆さんありがとうございます。精進いたしましょう。っていうコメント。あ、K39 になりました。あ、おめでとうございます。お、すごい。先を行ってますね。そう、カムイさんはね、親戚ですからね。サーバーが近いですからね。いやー、先、進んでいるな、いいな。おめでとうございます。おめでとうございますなのに、水色スパチャありがとうございます。ナイスワです。素晴らしい。おめでとうございます。私も、4月に着工だからね、多分ね、5月とか6月とかな気がするんだよな。はい。遅ればせながら追っかけていこうと思いますので、よろしくお願いします。トランプさん、サマータイム配信してくれないかな。トランプさんなら、ワンチャンありそう。でもね、アメリカだけの施策じゃないからな。はい。いやー、素晴らしい。K39。いやー、私もそう、K39 ね、そうしたくて。やっぱね、軍検がね、研究できなくなるともったいないかなっていうのは、もう軍検見合いでね、上げていく。まあ、その意味で言うとね、K39 の軍検多分めちゃくちゃ大変で時間かかるかなと思ったので、K39 は長くいるかもしれないですね。はい。ただもう K38 のね、軍検終わっちゃうんで、私も追っかけたいと思います。はい。というところでいい時間になってしまいましたので、今日もこんなところにしようかなという。はい。今日は、同盟ボスの、文明のね、文明装備がね、聞けましたということで、フリーダムヒーローアーマー、はい。初めての王権系の、装備のね、をゲットすることができました。実際に作るのは来週の予定なんですけれども、はい。来週になったらね、作っていこうと思います。はい。やったぜ。3回引いて、3回ともフリーダムです。はい。考慮も出ていいんですけどね。はい。まあまあでも嬉しいです。ありがとうございます。
はい、そのところでした。で、王の対決ですね。うちのサーバー王の対決ですけど、ランキングコンテストというところがね、始まったところもあるようですということで、ランキングコンテストもね、王の対決と同じく1週間続くイベントのようなんですけれども、クロスサーバーでね、やる、イベントのようなので、ちょっとね、楽しみですということで、うちのサーバーにも早く来てほしいなと思っています。もしね、来た時には取り上げようかなと思うんですけれども、SVS 中はなんか仕組み上ね、ないんじゃないかなってなんとなく思ってます。報酬がいいようなのでね、ぜひ、早く広がってほしいなと思います。はい。で、あと、そう。コンサ、シャロンの予選が、今週末までですということで、最終ラウンド用がね、今週の土曜日のリセット後からありますので、シャロンのね、上位同盟目指している方はぜひ頑張ってください。うちのサーバーはね、ラウンド1、2は勝ったんですけど、ラウンド3負けてしまったので、ランキングがね、ちょっと下がってしまいましたということで、まあ、303でしょ？うん、難しそうですね。はい。まあ、最終戦もね、頑張っていこうかなということで、はい、私はね、日曜日だけね、6時起きで、同盟、BOC 頑張っていますということで、今週も、最終ラウンドね、皆さん頑張っていきましょう。ということで、今週の金曜日からまた、長期イベントが始まります。同時イベントが今回かその次かに来ると思いますので、はい、もし来たらね、育成タイミングだと思いますので、ぜひ皆さん頑張ってくださいということを予告しておいて、こんなところで今日は終わりにしようかな。はい。BOC で負けたらスコアどのくらい減りますか？BOC のスコア減ったら、総合ポイントの40%掛けとかになるんで、結構きついです。めちゃくちゃきついです。はい。ポイントがガクンと落ちるので、全勝必須かなっていう感じがします。よいしょ。はい。そのところで、よいしょ。本日もありがとうございました。ちょっと開始がね、遅れてしまって申し訳ありませんでした。それではね、今週もありがとうございました。たくさんね、コメントいただきありがとうございます。はい、配信でコメントしてくださってる方も、いつもアーカイブで見てくださってる方もありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録や高評価を押していただいて、また来週の配信でお会いできたらと思います。ということで、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。つじゃる様でした。